こんにちは Pick up the pace language exchange です。イェーイ Pick up the pace, bang on the bass. Mama, get down with the chicken on your face. そう、今日は日本語でお送りします。はい。すごい日本語だとね、安心します。あ、よかった。私は心配します。今日は前の回、英語の回で岐阜の話したんで、今回はじゃあアトランタのこととか聞いてみようかなと思うんですけど、アメリカのアトランタ出身ですね、グラムは。うん、そうですね。多分そんなにアトランタのことってみんな知らないと思うんで、なんですかアトランタは。何ですか。はい。昔違う。アトランタってジョージア州の首都。首都。ジョージア州の首都っていうのか。首都じゃないか。なんていうの？でも首都って東京だ。日本の首都は東京。じゃあ岐阜市は岐阜なら岐阜県の県庁所在地っていうけど首都かな。首都なんて言うんだろう。ジョージア州の首都かな。なんていうかわからませんけど、はい。アトランタってさ、アメリカの南東の多分一番大きい都市だと思います。そして南東ね。南東は南東。南東の一番大きい都市だと思います。そして400億万400億万は4億万4は4 million 4ミリオンは400万人。400万人ぐらいはそこに住んでます。私はちょっと都市のアトランタ、ジョージア？アトランタ。アトランタに400万人。いや。私はアトランタのちょっと離れているところに育ってて、大学の時は文内に大学へ来ましたり、わかんない。もう一回。私はちょっと離れているところに離れているところで育って離れているところで育って、そして大学の時に文内のところで大学へ行きました。文内 in the city。まあ市内とか。そう大学の時は中心の方に引っ越して、大学の時は中心の方に引っ越して暮らしていました。はい、暮らしていました。4年間。そう、アトランタ楽しいよ。急にまあアトランタ行きましたからね。去年のクリスマスに。クリスマス寒かったね。でもあんまり寒くなかった。でも普通にアトランタって意識あるよ。どういうこと？意識ある？よしは x ジャパンだから。なんて？式ね。式は式ある。式があるんだ。式がある。春、夏、秋、冬。春、夏、秋、冬があります。そうなんだ。そう。なんか大学へ行った時に覚えたことが、すごい冬にすごい高いビルの方に歩いてたら、風すごかった。すごい嫌だった。本当に風が寒すぎて痛くなる。何が言いたいのそれは。風が強いの？なんか都市の中にビルが
高いビルがあって、うん多分風がすごく早く吹く。それはだって東京もそうだよ。そうですね。でも覚えて何の話そう、アトランタってだんだん広がってるですね。どういうこと日本語おかしい。ちょっと分かんなかった。すごいいっぱい建物できてるし、こう大きくなってるっていうか、いっぱいいろんなものができてる。そう、どんどんチェンジしてるってこどんどんチェンジしてる。なんか、私は今年の12月にアトランタへ行きましたけど、その時は2年ぶり行かなかったから、すごい2年だけですごくと2年ぶりに帰ったからとか。2年ぶりに帰ったなのに、すごいいっぱい新しい建物できた。分かった。2年間帰ってなかったら、知らない建物がいっぱい建ってたってことだよね。分かった。なんて言うんだろう。2年。ちょっと待って。そう、クリスマス、去年のクリスマスに、アトランタに2年ぶりに帰りました。今年12月に去年の12月に2年ぶりにアトランタに帰りました。そしたら新しい建物がいっぱい建ってた。そしていっぱい新しい建物が建った。そうですね。なんか、これからも変わると思います。なんか、そうですね。なんか、多分ちょっと問題があるんですけど、アトランタに、なんか貧乏の人っていうか、なんか家がない人いっぱいいて、ほぼメンタルとか薬の問題がある方は、薬っていうのはドラッグ。そうにアメリカは日本より階級の違さが多いです。だからすごい貧富の差が激しいっていう。貧富、そのお金持ちの人と貧しい人の差が激しい。貧富が差が激しい。貧富の差が激しい。貧富の差が激しい。激しい like hard。ハードだけど、貧富の差が激しいっていう意味は、すごいお金持ちの人もいっぱいいるけど、もうプアな貧しい人たちもいっぱいいる。これがすごいある。そうですね。それが問題。はい。アメリカは。そうです。でもアトランタどうでしたか？アトランタ？アメリカは行ったことあるですね。ある。ニューヨークとアトランタ。じゃあニューヨークと比べたらどうですか？アトランタの方が、というかジョージアの方がもっとなんていうの？コンサバティブな感じ？絶対そう。ニューヨークはもう本当になんかもうモダンっていうか、すごいいろんな人がいるし、なんでもフリーダムな感じ。でもジョージアのアトランタとかはやっぱりなんだろう、そもそも例えば日本人とかもそんなにいないし。でもなんか韓国とかベトナムの方が、韓国人の人とかもちろん中国人の人はいっぱいいたけどね。何が一番美味しい料理でしたか？何が一番美味しい料理？何が美味しかったかな？グラムのお母さんのご飯。そうなんだ。ベネズエラ料理？そうか。そうだね。グラムのお母さんはベネズエラの出身だよね。そう。だからクリスマスってさ、いつもベネズエラ料理を準備してくれる。
あ、そう、クリスマスの話はね、またおいおい今度しようと思いますけど、クリスマスもいろいろとね、こう日本とやっぱりすごい違うから、KFC 食べま日せん。本のクリスマスは、ケンタッキーフライドチキンだからね。そういういろんな違いのカルチャーもびっくりしましたね。びっくりした。びっくりしたよ、いろいろ。ホームアローンは準備させてなかった。どういうこと？ホームアローンみたいだった。ホームアローンにはなってないけど。そんな感じですか？そんな感じです。もし質問とかあれば、ぜひ書いてください。コメントにね、うん書いてください。なんじゃか話してほしいトピックとか質問があれば書いてください。じゃあ今日でよろしくお願いします。何をよろしくお願いしわかんない。それは言うことだけ。あ、そうなんだ。じゃあ最後のあれ言ってよ。ありがとうございます。またご覧になってください。これいいねとか言った方が。あ、そうですね。なんか YouTube でさ、いいねのボタンがあるでしょ？そしてよろしければいいねを押して登録ボタンを押してください。いや、じゃあね。またね。またねー。